ドラマを見ていて、いくつかよくわからないことがありました。その中の一つ、王様である四女ではなく、なぜ世孫である長女が命を狙われるのかについてお話ししていきましょう。世孫が命を狙われた理由には、米びつ事件が深く関係しています。この事件には、ノロンパ内のヨクパの謀略も背後にありました。世孫が王になれば、ヨクパは父サドセジャに対して行った仕打ちに対する報復が行われると恐れました。即位の前に世孫を亡き者にしようと幾度も命を狙ったのです。危機を感じた彼は自身の身を守るため武芸を鍛錬しました。就寝中に狙われるかもしれないので、読書室で本を読むことで夜遅くまでなるべく起きていようとしていたようです。勉学に励み、政治的な発言を極力控えることで自身を守り抜こうとしました。即位した翌年、長女は命を狙われる事件に遭遇します。その日、いつものように読書室で本を読んでいた長女は、屋根の上の気配に気づきます。何者かが忍び寄っていると確信した彼は、すぐに声を上げ、周囲に刺客を追うように命じます。刺客は捕まりませんでしたが、屋根の上に人がいた痕跡が見つかりました。この事件で王宮として使用していたキョンヒ郡の構造上の問題点に気づき、長女はチャンドッ郡への引っ越しを決断します。しかし、引っ越し先のチャンドッ郡でも再び刺客が現れます。広い宮殿の中でなぜ王様がいる場所を正確に突き止められたのか、不審に思った長女が調査を命じると、宮殿を守る軍艦などの内通者たちが刺客を手引きしていたことが明らかになりました。さらに黒幕としてノロンパの有力な一族、本氏一族が浮上しました。彼らはサドセジャを陥れた人物として官職を剥奪したポンゲヒの孫たちです。彼らは再び権力を握るため、長女を亡き者にして腹違いの弟であるウンジョン軍を新しい王にしようとするクーデターを企てたとされました。しかし、この計画が明るみに出ると、ノロンパ全体が処罰されることを恐れた者たちの間で、ウンジョン軍への厳しい処罰を求める声が高まりました。長女は弟を守ろうとしましたが、状況が混乱する中で、ウンジョン軍に自決を命じざるを得なくなります。けれども、ウンジョン軍は自決する理由がないと拒否しました。最終的には
毒を賜り、命がつきました。彼はまだ19歳という若さでした。文正軍の母はキョンビンパク氏。名前はピンエです。サドセジャが特に気に入っていた側室でしたが、悲しいことに父により命を落とす事件がありました。その時、文正軍も命を奪われかけた経験があります。幼い頃に母を失い、今回は再び戦争の犠牲者となってしまいました。文正軍の短い人生は波乱に満ちていました。そしてチョンジョにとってもまたしても性的の陰謀で親族を失うという悲劇的な事件になりました。このクーデターは一つの区切りはつきましたが、チョンジョを取り巻く権力争いはまだ続いていくのです。サドセジャがセジャを廃位されたため、セジャビンの地位を失ったヘギョン軍は王宮を出て子供たちを連れて実家に戻りました。サドセジャが世を去った後、セジャが復位され、ヘギョン軍には四女からヘビンの称号が贈られ、セソンの母として王宮に戻りました。そしてセソンが9歳で溶接したヒョジャンセジャの養子に入ったことで、セソンの母という立場も失いました。そしてチョンジョが即位すると、彼女は王様の聖母ではありましたが、その立場にない母にヘギョン軍という軍号が贈られます。当時の王室ではチョンスンワンフがテビとして最も格上とされ、ヘギョン軍はその次の地位に位置づけられました。夫を失い、息子が王となったことで、ヘギョン軍はようやく安心できると思ったのではないでしょうか。ところが、息子が即位すると、今度は彼女の実家に受難が続きます。彼女の実家である本氏一族は、サドセジャの事件に関与したとして、多くが流罪に処されました。また、その中には、チョンジョの命を狙おうとする者たちもいたとされています。この結果、チョンジョの命令により、彼らは処罰され、その命運がつきました。ヘギョン軍の実の弟、ホンナギムが文正軍を担ぎ上げ、クーデターを企てていたという供述まで出てきました。しかしながら、このクーデター計画は本当にあったのでしょうか。本氏一族の生き残りにとっては、むしろチョンジョを助けて力を得る方が賢明だったとも考えられます。どちらかというと、敵はチョンスンワンフの勢力であるノロン・ピョクパだったと思われますが、激しい派閥争いの中で謀略に陥れられた可能性も否定できません。ヘギョン軍の
実の弟、本名義務は、この件でそれ以上追及されることはなく、無罪放免となっています。長女は父、佐渡瀬社の事件に関与した人物への処罰を終えた後、国政改革に乗り出しました。彼は王による神聖を目指し、ノロンパを抑えるため、自身の支持基盤を強化しようと努めました。自分の味方を増やすため、優秀な人材を積極的に登用し、命を狙われないよう、王の身辺を守る親衛隊を組織しました。長女には、世孫の頃から側近として信頼していた人物がいました。それが本具業です。本具業は、長女が22歳の時に、世者志願王という世者を教育する部署の下級官僚になっているので、その頃に知り合ったと思われます。長女は彼の優れた能力を見抜き、護衛や政治面で世孫の頃から重用していました。彼は長女の4歳年上で、母ヘギョン郡の遠い親戚でした。本具業は頭脳明晰で、特に政治的な改革においてその能力を存分に発揮しました。長女が新しいことを始める際には、本具業に全幅の信頼を置いて任せていました。本具業は長女の即位からわずか約3年の間に急速に出世し、国中の人事権を握るまでに至りました。本具業の命令に従って、すべての官僚が行動するようになりました。しかし、彼が短期間で得た権力は、彼自身を傲慢にさせました。長女に子供が生まれないことから、本具業は妹のウォンビン本氏を長女の側室にします。ところが、ウォンビンは側室となったわずか1年後、13歳で病気により世を去りました。ドラマ「イサン」では、大人の女性がウォンビンの役を演じていましたが、実際は12歳から13歳の少女でした。本具業は長女の甥を亡き妹の養子にし、将来の王位継承者として育てようとします。政治や軍事などあらゆる権限が本具業に集中するようになった彼は、やがて外戚としての立場を利用してセドジョンチを行うようになりましたが、その野心のために多くの敵を作ってしまいました。セドジョンチとは、王の信任を得た人物、あるいは集団が政権を独占的に担う状態を指します。以後、読み方よりも意味を重視するため、日本語の読み方の
聖堂聖事と読むことにいたします。そして妹のウォンビンが亡くなったのは王妃に毒を盛られたからではないかと思うようになり、王妃を亡き者にしようとした計画が発覚し、流罪となりました。流刑地に送られたホングギョンは、かつての栄光を取り戻すことはなく、酒に溺れる日々を過ごしました。病に倒れ、33歳の若さでその生涯を閉じることになります。彼が長女のもとで権力を振るったのは、即位からわずか3年、世孫時代の長女と出会ってからわずか5年という短い期間でした。最終的に長女はホングギョンを見限るという苦渋の決断を下しました。しかし、ホングギョンがその野心を抑え、長女を支える役割に徹していたなら、彼は王朝の歴史に名を刻む偉大な功臣として語り継がれていたのではないでしょうか。彼の失敗は、権力や才能を持つ人がそれをどう使うべきか、そしてその責任の重さを教えてくれているように思います。